さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、お家で作るスコーン、こちら簡単なものをご紹介したいと思います。ぜひ最後まで作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあちょっと作っていくんですけど、これ今回手抜きなんで、これ直接ボウルにこうやって振るっていきます。で、ベーキングパウダーこれ結構細かくて量が少ないので、必ず粉の後に入れてください。で、こうやってふるい入れていきます。はい、この状態になればバッチリ OK です。はい、これ中に入れるバターなんですけど、めちゃくちゃ細かく刻んだりする必要なくて、大体でいいんで、これ今ね切ってる幅も全然合ってないんですけど、大体の大きさで切ってください。それが結局バラバラになってて、粉に混ざって溶けて膨らむっていうことになってます。見てください、これ全然サイズがバラバラなんですけど、これで OK です。これを粉の方に入れといてください。はい、これ今バターの周りに粉をこうやってちょっとまとわしてるんですけど、これねポイントがあって、お砂糖まだ入れてないんですね。でバターの周りに粉をこうまとわしてから必ず砂糖を入れるようにしてください。じゃないと砂糖がバターと触れると水が出ちゃうんですよ。バターの水分を砂糖が吸っちゃうので、必ずこれ入れる順番が大事です。これさえ守れば結構ふわっとしてサクッとしたスコーンできるのでやってください。これ今まとったんで砂糖入れていきます。あとはねもう適当にこうやって混ざってれば全然上手にできるんで、このままやっていきます。はい、これ今砂糖が入った状態ですね。でバターも大きい塊のまま入ってます。でここに残りの卵、全然水分が足りないんで混ざっていかないです。でヨーグルトですね。ヨーグルトちょっと少ないんですけど、入れたらふわっとして味全然変わるんでちょっと少ないんですけど入れてください。あと牛乳入れちゃいます。でこれをゆっくりこうやって混ぜていけば大丈夫です。はい、これちょっとまだベタっとしてるんですけど、今混ざった状態ですね、水分が。でここまで来たら、今日はチョコチップなんでチョコを加えます。もう刻んどきました。これを一気に入れます。別にチョコレートがなかったらドライフルーツとかでも全然いいですし、チョコレートをブレンドしてもいいと思います。今回はチョコレートだけでいきます。はい、こんな感じです。でこれラップに包んで冷蔵庫で休ませたいと思います。これで冷やしておきます。さあこれ冷蔵しといたんですけど、ちょっとこれ粉ですね。いつもは OPP シートとかで挟んで粉打たないんですけど、スコーンの場合はこれ粉も味わいになるんで、これ手につかないです。別に一応粉を振ってます。でこれ少しだけ伸ばして2等分にします。で2等分を4回やることによって、こう大きかったバターの塊を薄い層にするような感じですね。であんまり重ねすぎちゃうとその層がなくなって全然浮かないスコーンになっちゃうので、2等分4回ぐらいがちょうどいいと思うんでやっていきたいと思います。これ大体でいいです。で合体させて、今が1回ですね。これを全部で4回やります。はい、これ今4回折り終わったので、これをこの後好きなサイズにカットしていきたいと思います。6カットぐらい。これ見てください。ちょっとね分かりづらいんだけど、折った分だけ層になってます。でこれが焼くと、綺麗に膨らむっていうやつですね。で今回はその型とか使わずにこうやって切ることによって、ちょっとこうスコーンのいびつな感じを、こんな感じです。これを鉄板に乗せて焼いていきたいと思います。はい、これちょっと焼く前に2位なんですけど、これ卵黄とちょっと牛乳ですね。でちょっと溶いて表面にこうやって塗ってあげます。できればこう一定方向にずっと。そうすると焼いた時にもうすっごいね綺麗な焼き色が入るんですよ、そのまま焼くより。
なので今回のスコーンだけじゃなくてこうやって塗ってあげるのがちょっとポイントです。はい、じゃあこれで焼いていきたいと思います。さあ焼けました。いい感じです。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。めちゃくちゃ高さ出て美味しそうですよこれ。これ音が拾えないのがなんで、すごいサクサクしてます。いいチョコチップいいですね。おすすめ。さあこれポイントのおさらいですね。ポイントはお砂糖とバターを触れさせないってことですね、混ぜるときに。でお砂糖とバターが触れちゃうとバターからこう水分が出てこんな風にねサクって多分焼けないです。ちょっとべちゃっとした生地になっちゃいます。バターをこれ細かく散らすっていうことよりも砂糖とバターを触れさせないっていうことが大事なので、ぜひそれ守ってやってみてください。あとは、今回4回2等分にして重ねてっていうのを4回繰り返したんですけど、4回やるとこのぐらいの高さで割れるんですよ。それを6回とか8回とかもしやるともっと全然浮かなくなります。でもね4回以下にしちゃうと全然こう層が生まれなくてサクサクにできないので、必ず4回っていうのを目安にやってみてください。今日も最後までありがとうございます。いつもコメント本当に感謝しております。皆さんまた引き続きお願いします。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録またお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。